にちは、エイムです。振り返ってみると、この物語を描き始めてからいつの間にか1年という時間が過ぎていました。悲しさも優しさも言葉では伝えきれなかった思いも、皆様がいてくださったからこそここまで歩いてくることができたように思います。最初はただ心の中に残っていた場面たちをもう一度静かに見つめてみたかったのです。幼い頃から心に残っていた感情、美しかったけれどどこか切なかった記憶、そして時を重ねた今だからこそ見えてきたオスカルとアンドレの思い、それらを私なりの形で描いてみたいと思いました。だからエイムは大きな出来事よりも一人の眼差しを見つめ、華やかな言葉よりも最後まで伝えられなかった気持ちに耳を傾けてきたのかもしれません。そしていつしかこの物語は私一人のものではなくなりました。今日も癒されました。心が温かくなりました。この世界では皆が幸せでいてほしいです。そんな一つ一つの言葉が私にとっても大きな支えになっていました。今日はこの1年の間にいただいたご質問とともに今のエイムについて少しお話ししてみたいと思います。このご意見は実は私自身もずっと考え続けているテーマの一つです。原作のオスカルは誰よりも凛としていて、誰よりも強く美しい存在でした。だから私もその凛々しさだけは失いたくないと思っています。ただ AI で表現するとほんの少しの違いで印象が大きく変わることがあります。今の雰囲気が好きだと言ってくださる方もいれば、もっと男らしいオスカルを見てみたいという方もいらっしゃいます。だからこそ今も少しずつ試行錯誤を続けています。これからも原作への敬意を大切にしながら様々なオスカルを描いていけたらと思っています。よくこのご質問をいただきます。でも実は私は特定の音楽を基準にしているわけではありません。まず最初に思い浮かべるのは物語や情景です。夕暮れの光、風が通り過ぎる音、誰かの眼差し、言葉にならなかった気持ち、そうした感情を先に思い描いて、その上に音楽を重ねていきます。だからエイムの音楽はメロディーよりも先に物語から生まれているのかもしれません。原作のオスカルとアンドレは本当に美しく、そして本当に切ない二人でした。だから外伝ではせめて少しの間だけでも穏やかな時間を過ごしてほしいと思ったのです。夕焼けを眺めたり、花の香りを感じたり、一緒に馬を走らせたり、肩を寄せ合って静かに息をついたり、そんな何気ない幸せをゆっくり描いてみたいと思いました。実在の誰かをモデルにしているわけではありません。原作の印象と私が長い時間心の中で思い描いてきた雰囲気を少しずつ重ねながら作っています。だからある時は現実の誰かに似ているようにも見え、またある時は
遠い夢のようにも見えるのかもしれません。実は最初の頃は登場する予定はありませんでした。でもアランに会いたいという声をいただくたびに、いつかエイムの世界でも彼を描いてみたいと思うようになりました。もし登場するとしたら、少し優しくて、少し不器用で、そしてどこか寂しさを抱えたアランになるかもしれません。この1年間、この物語を一緒に歩いてくださり、本当にありがとうございました。エイムを始めた頃は、こんなにも多くの方と同じ思いを分かち合えるとは思っていませんでした。でも今はわかります。この場所は私一人で作っている場所ではなく、皆様と一緒に育てている小さな世界なのだと。これからもオスカルとアンドレの時間の中で、そしてエイムの小さな世界の中で、ゆっくりと歩いていけたら嬉しいです。この動画をご覧くださっている皆様に、今夜が少しでも暖かな夜になりますように、そしてこれからも小さな記憶の扉をそっと開いていけますように。本当にありがとうございます。